皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、日本のニュースについてちょっとお話ししていこうと思います。皆さん日本のニュース気になると思うんですけど、やっぱりなかなかね情報が入ってこなかったり、難しかったりしてわからないことがあると思うんですけど、このポッドキャストでできるだけわかりやすく説明していきたいと思いますので、皆さんぜひ聞いてください。はい。今日のトピックなんですけど、日本の若者の海外離れ、海外にへの興味がなくなっているっていうお話ですね。はい。これはですね、今ちょっと面白い調査を見つけたので、ちょっと発表したいと思います。Z 世代の海外での意識調査というものが行われました。はい。主に渋谷でね、行われたり、ウェブ調査で行われたりしたんですけど、海外旅行の予定がありますかっていう調査です。はい。もう行きました。すでに行きましたって人が 4.9%。で、まだ行ってないけど予定があります。具体的な予定があるっていう人が 3.7%。予定はまだないが行きたいと思っている人が 21.2%。で、行きたいと思っているが現実的に厳しいと思う 21.5%。で、今は行きたいとは思わない。いつかは行きたいと思う 21.7%。はい。そして、これからもずっと海外旅行には興味がないと思うって答えた人が 27.1% いたんですね。はい。っていうことはですね、まだ海外旅行に行く予定がないって人が全体の 91.5%、ほとんどなんですよね。うん。そして全く興味がないって人が 27% いるっていうのが今の日本の若い人の現状です。これは他の国と比べてどうなんでしょうか。はい。どうして皆さん海外旅行には行きませんかという理由なんですけど、一番はですね、経済的に厳しい 27%。治安に不安がある 24.4%。あとは語学力に不安がある 22.5%。この理由はわかりますよね。経済的に厳しいっていうのは、やっぱり円安とか、給料が上がってないとか、学生だからお金がないとかあると思うんですけど、あと治安に不安がある。これもわかりますね。やっぱり日本っていうのは、やっぱ安全なので、他の国に行くと、その治安が悪くなるっていうのは事実としてあると思います。国によりますけど。うん。ね、語学力に不安がある。日本人はね、英語を話せる人とか、他の国の言語を話せる人っていうのが結構少ないと思うので、これも理由がわかります。はい。ただですね、私はね、これはね、結構少ないなと思いますね。95%以上の人が未だに海外に行く予定がないっていうことなんですよね。で、日本人のパスポートの取得率っていうのが去年かなのリサーチで分かったことが20%以下なんですよ。はい。これは若い人だけじゃないんですけど、すべての世代を合わせて、日本でパスポートを持ってる人って20%なんですよ。めちゃめちゃ少ないですよね。なんでって感じなんですけど、やっぱ日本のパスポートって最強って言われてるんですよ。どこの国にもビザが、必要な国はあるけど、必要がない国の方が多くて、どこの国にもスムーズに行けるんですけど、それでもみんなやっぱりパスポート持ってなくて、海外に行ってないんですよね。はい。で今はですね、日本にはそのインバウンド観光客、海外から来てる人ってめちゃめちゃ多いんですよね。そう。なんだけど、アウトバウンド、日本から海外に行く人っていうのは、やっぱ減ってるんですよね。うん。はい。これがね、Z 世代の調査です。で、もう一つですね、2017年、ちょっと前に行われた調査で、ミレニアム世代、Z 世代の前ですね。私の世代なんですけど、ミレニアム世代の人たちのアンケートを見つけました。で、これはですね、日本の若者だけじゃなくて、21カ国を対象としたアンケートなんですね。はい。で、そのミレニアム世代21カ国の国を対象としたアンケートの中で、
過去1年以内に海外旅行をしていない人の割合っていうのは、日本の若い方は58%。半分以上の方が、海外旅行に行ってないんですよ。はい。で、それは21カ国の中で一番多かったです。はい。で、ただね、じゃあ日本人って旅行好きじゃないのって思うと思うんですけど、そうではないんですね。その同じ調査で、過去1年以内に国内旅行をした人の割合っていうのは67%いるんですよ。半分以上ですね。だから半分以上の人が海外に行ってないけど、半分以上の人が国内旅行には行ってるんですよ。はい。まあ、なので、いろいろなね、日本人が海外に行かない理由っていうのはいろいろあると思うんですけど、今は円安が目立っていますけど、あとは、例えばやっぱ治安の問題っていうのが最近はね、やっぱり戦争がある国があったりとか、最近やっぱ経済的にも全体的にね、落ち込んでいるので、その犯罪も増えてるじゃないですか。だから外に出たくないっていう人がやっぱり多いようなんです。これはね、正直に言うと日本のいいところでもあるんですよね。やっぱ日本にいると安全って感じるとか、日本に住んでいるとやっぱ多分住みやすいとか、何にも不便がないからこそ国内旅行に行って海外旅行に行かないと思うんですけど、でもね、なんかやっぱ、私的にはちょっともったいないかなと思ったりもするんですけど、皆さんどう思いますか？やっぱね、海外旅行に行くと、やっぱ国内旅行に行くのと違うなって思いはありますけど、海外旅行に興味がないっていう人がいても、もちろんそれはそれでいいと思うんですけど、でもなんかここまで全体的に日本で海外旅行に行く人が減ってると、今このね、そのなんていうの、グローバルな時代じゃないですか、今って。だからちょっとね、なんて言うんだろう。日本社会にどういう影響があるのかなっていうのはちょっと気になりますね。うん。はい。ただですね、もっと面白い調査がありましてですね、今、私が説明した通り、Z 世代、そして次の一個前のミレニアム世代が、その海外旅行に行くっていうのが減ってるんですけど、ワーキングホリデーがめっちゃ増えてるんです。って感じですよね。ちょっと矛盾してる。で、ワーキングホリデーっていうのは、だいたい31歳とかまでの人が行けるので、ちょうど Z 世代、ミレニアム世代の人たちが行ける、ビザなんですね。ワーキングホリデービザ。はい。で、特に増えてるのが、オーストラリア、カナダのワーキングホリデー数が、もう今、コロナの前の数を上回ってるんです。はい。コロナの前。だからコロナの前だね。上回っていて、で、なんとオーストラリアは過去で2001年以降過去最多なんです。今。はい。なんか矛盾してるよね。海外に興味がないとか海外に行かないって言ってるんだけど、ワーキングホリデーの数が増えてる。じゃあこれはなんででしょうかってことなんですけど、これはね、日本の経済とやっぱ海外のこの円安とかにちょっと関わってるんですけど、出稼ぎっていうのがすごく増えてるんです。日本から海外に行ってお金を稼ぐことですね。はい。この出稼ぎが今すごく注目されていて、特にこのオーストラリアっていうのは給料がね、すごく高いんですよ。すごく高い。だからオーストラリアでいっぱい働いて、しかもね、日本のやっぱり働き方が嫌だって人も多いので、オーストラリアでいっぱい働いて、なんかビーチとか行ってリラックスしながら貯金して、日本に帰るっていう人がすごく増えてるらしいんですよね。はい。特にですね、介護士、看護師、保育士、美容師っていうその特別なその資格がある人たちはもっとお金がもらえるので、そういう人たちが日本を離れてオーストラリアとか、カナダとかに行く人が多いらしいです。はい。あとはですね、ファームとか農園とか農場に行って働く人もいるようですよ。これはね、結構日本が心配になる
なりますね。みんなやっぱ日本で稼げないとか、日本の働き方が嫌だから海外に行くわけなんですよね。この出稼ぎの増加っていうのは、私的には日本はもっと危機感を覚えた方がいいんじゃないかなってちょっと思います。なんか、ワーキングホリデーって、その新しい経験を得ることとか、留学とかして語学の勉強をするために行くとか、新しい文化を学ぶために行くっていう私の中ではイメージがあるんですけど、今はそういう目的じゃないんですよね。お金を稼ぐためにワーキングホリデーに行くっていう。ちょっとね、日本の時代が変わってきましたね。はい。皆さんの国ではどうでしょうかね。はい。ワーキングホリデー制度以外にも、その生活の場所を海外に移してる人は増えてるらしいんですよ。はい。で、その外務省によると、2023年の海外永住者、海外にずっと住む人っていうのは57万人って言って、1989年の統計開始以降で過去最多となってる。今までで一番多い数の人が日本から海外に移住してるっていうことなんですね。はい。この調査の矛盾。皆さんどう思いますか？日本人は海外に興味がないんでしょうかね。それとも、興味はあるんだけど経済的に行けない。で、経済的な理由で、海外に行く人がいるっていうのが今の日本の現状ですね。ちょっとがっかりですけどね。でも、生きるためには正解ですよね。なんて言うんだろう。日本っていうやっぱ働くシステムに問題があるのは確かだし、給料が上がってないのも確か。なので、そういう国で働き続けるよりも、自分の国を出て外で働くっていうのは、正解になるのかなっていうふうに、なんか理解はすごくできるよなっていうふうに思います。はい。っていう、はい。そんな感じです。ぜひ皆さんの意見、皆さんの国の状況とか教えてください。はい。今日は、日本の、海外意識の調査についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトを見てください。はい。あと Twitter、Instagram、YouTube、Twitter じゃない、X。いつも間違えちゃうね。めんどくさ。X、YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。はい。で、皆さんね、もうお気づきになったと思うんですけど、ちょっとポッドキャストのスタイルが変わりました。リニューアルしました。で、これからですね、日本のニュースについていろいろ取り上げたりとか、もうちょっと深いトピックについてお話ししていけたらなと思っております。はい。で、Apple Podcast とか、なんだっけ、Spotify とかのポッドキャストのプラットフォームでは、今まではね、ザ・リアル・ジャパニーズ・ポッドキャストという名前だったんですけど、今回から春の日本語に統一しました。はい。4年間ね、リアル・ジャパニーズ・ポッドキャストでやってきて、私の原点はね、リアル・ジャパニーズ・ポッドキャストだったんだけど、この4年目を迎える、もうそろそろね、迎えるのを機にちょっとリニューアルです。はい。ニコニコマークがね、もう使わなくなっちゃってちょっとすごく寂しいんですけど、新しくね、イラストを描いていただいたので、はい、すごくお気に入りのイラストを描いていただいたので、皆さんぜひ見てみてください。はい。あとですね、ペイトリオンこちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンも、リニューアル予定があります。もっとね、勉強コンテンツを増やしていこうと思ってます。特に漢字と語彙ですね。皆さんが一番苦手としている漢字と語彙を一緒に勉強できるようなコンテンツをができたらなと思っております。またリニューアルするときはお知らせしますのでお楽しみに。はい。あとサニーサイドジャパニーズ、私の会話グループクラスの新しいメンバーも募集しております。そのサニーサイドではですね、本当に
話しやすい環境っていうのを目指して、もうみんなで和気あいあいと楽しく会話をしておりますので、会話力上げたい人、そして何か日本のなんか友達じゃないけど、一緒に勉強を頑張れる友達たちが欲しい人とかもぜひサニーサイド、おすすめです。はい。あとシャドーイングコンテンツも無料で配っているので、ぜひ入ってみてください。お待ちしております。はい。そんな感じかな。はい。日本に帰ってきてね、いろいろ生活がまた変わるんですけど、また仕事頑張っていこうっていう気持ちです。はい。暑いしさ、あんま外出たくないからさ、なんか涼しいところで仕事するのがちょうどいいかなと思ってます。はい。ということで、リクエストとかあればぜひ私にコメントとかで教えてください。では、また次回。さようなら。